アクアリウム界隈では決して手を出してはいけない水草が3つあります。そのうちの1つがブセファランドラです。なんて言った？そう思った方がほとんどだと思います。このチャンネルを見ている方はアクアリウム機材に興味があり、魚より機材が好き、水草より機材が好き、そんな僕のような機材狂いの方たちがほとんどだと思います。そんな方々にはあまり聞きなじみのない水草があります。それがブセファランドラです。海外の偉人のような響きですが、安心してください。ただの草です。湿気っているところに生きているジメジメした草です。そんなただの草がものすごい高額で取引されているのがこのアクアリウムという趣味の世界です。ブセファランドラは非常にコレクション性が高く、数千円から数万円するものもあります。ただの水草に数千円ですよ。僕はこう言わざるを得ません。アンビリバボー。アクアリウムやっていない方からしたら、なんでこんな草に数千円もかけるの？枯れたら終わりじゃんと思うでしょう。絶対買うことはないだろう。僕もそう思っていました。そう、僕にはわかります。この手の水草は一度手にしてしまうととても中毒性があります。僕のシックスセンスが教えてくれています。この草は危険だ。彼らは僕の財布のヒットポイントがゼロになるまでマネーを吸い取ることでしょう。立派なやつを買うと高いから、安物の状態の悪いブセならまあ買ってもいいよねと、たとえ安物買いをしたとしても、少しでもこの種に手を出すともう終わりです。この時点ですでに片足沼に突っ込んでます。やがてこれを買うことになるでしょう。ブセファランドラクダカンデン。ついに手を出してしまいました。よく行くアクアショップで正月限定で水草 30% 引きセールをしていました。その時に買ってしまいました。2800円がなんと2000円です。安くね？今、高いよ、何言っちゃってんのこのカプラと思った方、正常です。安いわ、買いだね、そう思った方、おめでとうございます。ようこそブセファランドラ沼の世界へ。 Welcome to beautiful ブセファランドラワールド。彼らは皆さんの財布のヒットポイントがゼロになるまでマナーを吸い取ります。僕は気づかないうちにブセファランドラの沼にはまってしまったようです。今日はこのブセファランドラクダカンを皆さんにもぜひ店頭で手に取っていただき、持って帰って育てて僕と一緒に沼りたいなということで悪魔の布教をさせていただきます。一緒にブセファランドラの沼の入り口に立ちましょう。ブセファランドラクダカンをなんとなく難しそうだからと避けてきた方や、溶かすことをすごく恐れている方はこの動画を参考にしてください。このチャンネルではアクアリウムに役立つコスパのいい製品を紹介しています。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram、Facebook やってます。個別に製品でしているので、こちらもよろしくお願いします。今日はこちらが主役です。ブセファランドラクダカン。ブセ沼初心者向けの水草です。ブセファランドラの中でもザ王道です。居酒屋でご注文はとりあえずビールでというように、水草を売っているショップで Hey Master、 とりあえずクダカンでと言いましょう。そうすると見た目が綺麗でこんなかっこいい水草が出てきます。まずはこの水草の概要です。学名ブセファランドラ SP クダカンです。分類里芋科ブセファランドラ属。水質は pH5 から7、水温20度から28度。ブセファランドラはアクアリウムパルダリウム界隈で人気がブレイクした水草のグループ名の一つです。東南アジアの亜熱帯的な場所に生息していて、自然界では川沿いの特に上流部の水しぶきがかかる岩などに着生しています。着生しています。バリエーションは豊富で、その名前は数えきれないほどあります。アヌビアスのように石や流木に根を活着できる特性を持ち、レイアウトにも人気があります。成長が遅く急激な水質の変化に弱いです。
それゆえ綺麗に維持するのが難しいなんて言われてます。しかも値段が高い。これが一番こいつの厄介なところです。1株2000円3000円は当たり前です。ただの草に数千円かかるわけです。それを一瞬で溶かしてしまった時にはもう笑えません。草すら生えません。なので僕は現地の育成環境に近い湿度ムンムンな半水上栽培をすることで、日本の水に慣れてくれて、その後水中に入れても対応できるようなブセファランドラの育成をしています。この水槽の作り方は別の動画で紹介しています。概要欄右上のリンクを参照してください。ではこのブセファランドラクダカンについて、魅力、育てる上で難しいところ、僕はどのように育っているか、そんな3つを話させていただきます。まずは魅力です。このブセファランドラクダカンの魅力は何といってもこの美しさです。水草って普通緑色を想像しませんか？こいつ赤いんですよ。茎は赤く染まり、ツヤツヤの葉っぱはウェーブがかかり、ライトの光を吸い込む黒の色調、その中に宇宙の星を彷彿とさせるラメ、表面にキラリと輝きが描かれたまさにコスモ。他の水草にはない他者を圧倒する強い存在感を感じます。この魅力、ご理解いただけたでしょうか？とても美しい水草ですが、ちょっと気難しい点がいくつかあります。まず成長は割とゆっくり育つため、変化が感じづらいです。少しずつ大きくなっていきます。それはまさに我が子のように。気づいたら大きくなっています。そのくらいの成長具合です。大きくなりトリミングすることで株を増やし、少しずつ立派な大きな株に育てていきます。まさにそれはブリードです。しかもそれに希少性があり買ってくれる人がいるというのもまた事実です。少ない小遣いで趣味を楽しむ世の中のお父さんお母さんの味方。余った軍資金でまた新たなブセファランドラと出会いブリードを始める。これぞ沼。水中での育て方は難しいです。誰しも経験する苔まみれです。黒ひげ苔とはお友達です。成長が遅いので苔がつきやすいということなんです。通常有形草でしたら伸びたらカット、葉に苔がついたらいつでもカットできます。そうしてすぐに新しい新芽が生えてきます。なのでたとえカットしてもきれいにプチリセットすることができます。でもブセファランドラはなかなか大きくならないので、葉をカットして苔をリセットすることはできません。なので苔を生やさない水作りと光の量、生態の少なさが必要です。そんなブセファランドラですが、もともとかなり丈夫な水草で育成も簡単なんです。なかなか枯れないということですが、なぜか買ったものを水中にいきなり入れると途端に難しくなります。同じ陰性水草のアヌビアスナナを苔まみれにさせずにきれいに育てられるようになれれば、ブセファランドラもきれいに育てられます。陰性水草をきれいに育てるにはアクアリストとしてレベルアップすることが必要な水草だと思います。成長が遅いので失敗した時に取り返すのには倍以上の時間がかかります。買い直すにも高価でなかなか買えない、そんな難しさがあります。ブセファランドラは現在インドネシアから輸入できなくなっています。というよりインドネシア側が日本への出荷を止めています。インドネシア側でも日本側でもブセファランドラの輸入をするときには、出荷するブセファランドラを育てている農場で通常の検疫検査に加えバナナネモグリ線虫の検査が必須項目になっています。ですがこの検査をインドネシア側が拒否していて、事実上輸入できないといった状況になっています。セキルトではインドネシア以外のファームから培養株を買うしかブセを手に入れる方法はありません。これが高額になった理由の大きな一つです。もともとそんなに高くない水草です。インドネシアのボルネオ島に生息する草で大した価格はしません。ですがこういった事情があり、クリーンなブセファランドラが他の国からそして国内に輸入されているというわけです。そんなわけでアクアショップから高いブセを購入する他に手に入れる方法はありません。そんな背景がある中、このブセファランドラクダカンを手に入れました。購入先はよく行くショップです。
おそらく水上用としてファームで育ち輸入されたものです。絶対に枯らしたくない、溶かしたくない、苔まみれにしたくない、そう思った僕は開封して即水中に入れることはしませんでした。そう、うちにはブセが枯れないで維持できる水槽があります。湿度 100% の完全密封循環式パルダリウム水槽です。ここにブセを入れて数ヶ月後取り出して水中に入れよう、そう考えた僕は早速パルダリウムにぶち込みました。この水槽は2時間に1回3分間シャワーが出ます。水温はだいたい25度程度です。パネルヒーターを使って温度を維持しています。水替えはしていません。蒸発した分を足せば良いだけの水槽です。簡単です。作り方はこちらを参照してください。このブセファランドラクダ缶を水中で育てられそうな、そんな安定した水槽をセットアップするまでここで管理することにします。はい、3ヶ月が経ちました。月日が経つのはあっという間です。成長具合はどうかなというと、まずは枯れや溶けはないです。よかった。これでうちの水質で水槽にドボンしても生きていけます。大きさは少し大きくなった気がします。葉っぱの枚数も増えた感じです。外観はそんなところです。めちゃくちゃ変わったかというとそうでもないです。根は伸びましたね。これはいい兆候です。これ舐め回してみるために回る台座を買っちゃいました。 Amazon で1500円。どの角度で見ても美しい水草ですよね。クダカン最高。ブセファランドラはあまりにも日陰で育てると全く成長しません。こちらは CO2 添加なしの低香料水槽です。水草を入れた時からほぼ変化はありません。ですが枯れることはありません。ただ成長もしません。ブセを大きくしたりトリミングして株を増やしたりブリード的な感じを楽しみたいなら光は当てないとなりません。水上栽培といえど、あれ意外と明るいなっていうくらい光を当ててあげるとよく育ちます。あまり光が強いと1ヶ月ぐらいで葉に元気がなくなるので適正光量はわかると思います。水中で育てるのと陸上で育てるのとでは全く水草の伸びが変わります。こちらの水槽ではこんなサイズのブセファランドラを植えて水中で CO2 を入れて UVA を当てています。半年もしたら葉がめちゃくちゃでかくなりました。成長の具合はソイルに根を植えるか植えないかでも変わります。また水上管理では密閉状態で湿度を 100% にするのかまたはしないのかでも新芽の葉っぱの伸びや柔らかさが変わる感じがあります。なので1ヶ月くらい、短くても2週間くらいの間隔で現在育てている環境を観察して、伸びが弱ければ光や栄養を足して、葉の焦げや縮れが見られるようだったら光の量を減らしてみるといったような感じになると思います。一緒にモスを植えるといいでしょう。モスは光が強いと部分的に焦げて茶色くなるので、ならない程度に光を与えると良さそうです。しかしブセファランドラクダ缶はやっぱりいいですね。ブセは水中の方が大きく育ちやすいので、早く水槽に入れられるレイアウトを完成させて水中で育ててみたいです。さていかがだったでしょうか。普通はショップで買ってきたら即水中に入れるのですが、今回はとても慎重にブセを扱ってみました。せっかく高い水草を買ったんですから、やっぱりここは調子のいい水槽に入れて様子を見て、馴染んだらメインの場所に入れる、そんなような感じにした方が安全に育てられます。僕のように高い水草を溶かすことにとても恐怖を感じる方は、今回紹介させていただきました湿度 100% の完全密封循環式パルダリウム水槽、これの製作がおすすめです。右上にリンクを出しておきます。ブセファランドラクダ缶をなんとなく難しそうだからと避けてきた方や、溶かすことをすごく恐れている方はこの動画を参考にしてください。この美しい水草を手に取ったことのない方はぜひ店頭で手に取っていただき育ててもらいたいなと思います。というわけでまとめると、ブセファランドラクダ缶は割と誰でも美しく育てられるはず。そんなところです。